ガンダムシリーズの中には近接格闘戦に強く調整された機体が登場します。格闘に特化している分、牽制用の武器しか装備していない機体も多く、ゲームなどでは扱いが難しい玄人向けの機体とされていることも多々あります。また格闘特化の機体に対しては距離を取って射撃戦を挑むのがセオリーであるため、敵も簡単には近寄らせてくれません。そのため格闘特化機には機体の扱いに長けたエースが登場することが多くなっています。そしてエースが登場する分、変態的な動きを見せることが多いため、ファンの印象にも強く残る人気機体が多く存在します。そこで今回はガンダムシリーズにおけるみんなが好きな格闘特化機体について紹介していきます。今回紹介する機体は以前実施した格闘特化機体に関するアンケートから選出させていただきました。皆様たくさんのご回答ありがとうございました。それでは始めましょう。1、ゴッドガンダム。ゴッドガンダムは機動武闘伝 G ガンダムに登場した後半主役機です。本機は主役機の中ではかなり武装が少ない機体となっており、武装はビームソードであるゴッドスラッシュ、牽制用に装備された頭部バルカン砲、そして肩のマシンキャノンのみとなっています。そのためある意味本機のメイン武装は機体の手足そのものと言えます。モビルスーツの手足で蹴ったり殴ったりしているとマニピュレーターなどに不具合が出て整備士を泣かせる羽目になりそうですが、 G ガンダムに登場する機体の頑強さは他シリーズのモビルスーツとは一線を画しています。特にゴッドガンダムの頑強さは作中でも屈指のもので、ビームや打撃を受けて装甲が変形するような場面はほとんど見られません。最終決戦となったコロニーレビルガンダム戦でも苦戦はしたものの機体に目立った外傷を負わないまま戦い抜いています。こうした頑強さに裏打ちされた格闘技の数々は凄まじい破壊力を誇っており、さらに本機の代名詞ともいえる必殺技爆熱ゴッドフィンガーは背面ジェネレーターに溜めたパワーを手のひらから放出する技で、掴んだ鉄器の装甲を誘拐し破壊できるほどの威力があります。また火球のようにエネルギーを放出することも可能で、火器武装が乏しい本機の貴重な中遠距離用の武装として活用可能です。作中ではこの他にも様々な必殺技を繰り出して格闘戦を繰り広げていました。こうしたモビルスーツとは思えない魅力的な格闘技の数々から格闘機と言われると真っ先にこの機体を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。また好きな格闘機と言われると同じく G ガンダムから選出される方も多く、シャイニングガンダムやマスターガンダムも高い人気を誇っています。特にシャイニングからゴッドへの乗り換えシーンやマスターとゴッドの最終決戦とともに挙げる方も多く見られました。2、ビルドバーニングガンダム。ビルドバーニングガンダムはガンダムビルドファイターズトライに登場した機体です。ゴッドガンダムのように肉弾戦に特化した機体ですが、こちらはバルカンはおろかサーベルすら装備しておらず、武器は機体の手足のみとなっています。しかし高い機動力とファイターである世界の高い反射神経によってビームをかわしながら鉄器へ接近して格闘戦に持ち込むことが可能です。また粒子残量の観点から考えると、武器を使用しないビルドバーニングは長期戦に適しているというメリットがあります。本機は高い完成度と広い可動域によって世界の使用する次元波応流拳法をほぼ完全に再現可能です。またファイターがガンプラと互換をシンクロさせたアシミュレートを発動した際には、ガンプラだからこそ繰り出せる新しい技を編み出すに至りました。本機の代表的な技の一つ鳳凰覇王拳は、放出した粒子を手に集め鳳凰を模した炎を相手へ打ち出す技で、その威力は月のオブジェクトすら破壊します。しかし粒子の放出量に機体が耐えられず、初戦では腕が自壊してしまいました。そこで後半では各部の強化と粒子の放出に機体が耐えられるよう改修を行ったトライバーニングガンダムが登場しました。相変わらず武器は装備していませんが、鳳凰覇王拳を片手でいつでも放てるようになったため、遠距離武器がないという弱点が解消されています。また粒子で磁気の分身を作ったり、炎の剣を生成したりなど、粒子放出量が増えたことでより世界らしい自由な戦いが可能となりました。武器を一切搭載していないという男らしさと、ガンプラだからこそできる自由な格闘戦が人気の機体となっています。3、ガンダムエピオン。
ガンダムエピオンは、新機動戦機ガンダムウィングに登場した機体です。トレーズの美学が反映された機体で、近接戦闘に特化した調整がされています。そのため、ビームソードやヒートロッドなど接近専用の武器しか装備していません。ただし、アニメ49話では、バルカンらしき武装を扱う場面が存在し、当時は謎バルカンなどと言われていましたが、書籍エンサイクロペディアで、ミリアルドがホワイトファングと合流した際に、牽制用の武器としてバルカンが設置されたという設定が描かれました。本機は、近接格闘に持ち込むために、高い俊敏性を発揮するエピオンウィングの設置と、ウィングを利用した飛行形態への変形機構など、徹底的な機動性能の強化が行われました。そのため、圧倒的な破壊力を誇る近接武装と、屈指の機動力を生かして、拠点制圧や多対位置を可能にする機体となっています。戦場を駆け抜け、次々に敵機を切り刻む姿と、トレーズが機体に託したエレガントなあり方から、ファンからの人気が非常に高くなっています。なお、ガンダムウィングでは、ハイパージャマーで姿を隠して接近し、ビームサイズで敵機を真っ二つに両断するデスサイズも高い人気を誇っていました。4. ガンダムバエル。ガンダムバエルは、鉄血のオルフェンズに登場した機体で、ガンダムフレームの1号機にあたります。ギャラルホルンの創設者である、アグニカの魂が宿った機体とされており、組織内では、権力の象徴として扱われていました。武装は、2本のバエルソードとウィングに装備されたベールガンのみという非常にシンプルな構成です。これは登場者であるアグニカが剣以外の武装を必要としなかったことが理由で、アグニカの強さの象徴ともされているようです。そのためアグニカは背部のスラスターウィングから生み出される推力と高い運動性能を生かして攻撃をかいくぐりながら数多くのモビルアーマーを撃破したと考えられます。その機体性能は300年後も健在で、作中で他のガンダムタイプが近代化改修を受ける中、本機は薬剤戦時と変わらない仕様のまま最新鋭機と互角以上の戦いを見せつけていました。なお、創設者の魂が宿っているとされているものの、機体に特殊な能力などは搭載されておらず、機体性能よりもギャラルホルン内における政治的価値に意味があるとされています。高いスペックを誇るものの、作中ではキマリスビラールに敗れたため、ガンダムフレームの中で突出した機体という活躍は見られませんでした。しかし、スマートなデザインとロマンあふれる格闘、全振りのスタイルに惹かれ、マクギリスのようにバエルを崇拝するファンも少なくありません。5. ガンダムエクシア。ガンダムエクシアは、機動戦士ガンダム00シリーズに登場する機体で、第3世代ガンダムの一機です。本機最大の特徴は、7本も装備された近接戦闘用の装備です。その武装構成から付けられたセブンソードという開発コードに中二心をくすぐられたファンも多いのではないでしょうか。なお、本機の近接専用の武装の中には GN 粒子によってコーティングされた実体験が存在します。エクシアは組織内に裏切り者が出た場合の対ガンダム戦を想定しているので、 GN フィールドの対抗策として実体験が装備されました。また豊富な格闘兵装が装備されているのは、エクシアが世間にガンダムという恐怖を植え付けるプロパガンダ的な役割も持っているためとされています。第1話におけるイナクトをめった切りにする活躍は、作中の登場人物だけでなく視聴者にも大きな衝撃を与えました。本機はこれらの武装を最大限活かせるよう運動性能の向上に重きを置いて開発されています。基本フレームは第3世代ガンダムの中で最も複雑なものが採用され、全身に GN 粒子を素早く供給するためのコードが張り巡らされました。これにより人間と同等レベルの広い可動域とミニマムな姿勢制御が可能となっています。こうして追求された運動性能によって実現したエクシアの軽やかでアクロバティックな格闘戦に心奪われた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。6. ガンダムバルバトスルプスレクス。バルバトスルプスレクスは鉄血のオルフェンズに登場したバルバトスの回収機であり最終形態です。泥臭い格闘戦に特化したバルバトスシリーズはどの機体も人気で、中でも登場者である三日月の戦闘スタイルが色濃く反映されたルプスレクスは屈指の人気を誇っています。本機はハシュマルとの戦いで大破したバルバトスを三日月の野生的な戦い方を最大限発揮できるよう改修した機体です。そのため以前は太刀のように
繊細な扱いが求められる武装も装備されていましたが、ルプスレックスでは超大型メイスや両腕部のレクスネイルなど破壊力を重視した武装構成となっています。また背部にはモビルアーマーハシマルの残骸から流用されたテイルブレードも装備されていて、より自由で立体的な攻撃も可能です。こうした威圧感ある武装と三日月の容赦ない戦闘スタイルでファンから高い人気を獲得した一方、ギャラルホルンの兵士からは悪魔とも称されました。中でも最終決戦の半壊状態で敵陣に突っ込み、レクスネイルとテイルブレードだけで暴れ続ける姿はまさしく悪魔という印象をギャラルホルンに強く刻み込んでいました。7. インフィニット・ジャスティス。インフィニット・ジャスティスは機動戦士ガンダムシード・デスティニーに登場したジャスティスの後継機です。本機はアスランが登場することを前提に開発されたため、先代ジャスティスよりも接近戦向けに調整されています。そのため全身にビームサーベルが装備されています。特に印象的なのは逆部のグリフォンビームブレイドで、イージスに登場していた頃から逆部を利用した格闘戦を得意としたアスランの運用実績が反映されているようです。作中でもデスティニーのビームブーメランを蹴り飛ばしたり、右足を切り落として戦闘不能にするなどの活躍も見られました。他にも背部に装着されたリフターであるファトゥム01にも多数のビームサーベルが搭載され、先代ファトゥム00よりも格闘戦を意識した調整がなされています。リフター本体を発射して大型のビームスパイクのように利用することで、作中ではミネルヴァのスラスター3機を一度に貫く高い破壊力を見せていました。またシードフリーダムで登場したインフィニットジャスティス2式では、より格闘性能が重視した調整が行われました。先代機の機体各部のビームサーベルに加え、背部の新規製造されたリフターフォランテスでは X 状に開く両翼にビームブレイドを装備。また頭部にもスピッツェシュバートビームホーンが搭載されています。作中ではズゴックの残骸から颯爽と登場した上に、モヒカンソードでとどめを刺したインパクトの強さから強く印象に残った機体という方も多いのではないでしょうか。8. ギャン。ギャンは機動戦士ガンダムに登場した機体で、ゲルググとは次期主力機の座を争ったライバル機の関係にあります。ギャンは連邦軍が開発に成功した RX タイプモビルスーツとの戦闘を意識して白兵戦に特化した機体として設計されました。そのため本機には機体各部に接近戦を意識した工夫が施されています。まず股間部には流体パルスアクセラレーターを搭載して逆部の反動速度と駆動力を向上。機体制御システムとしてはサーベル戦闘を補助するソフトがインストールされ、頭部も格闘戦の際に弱点にならないよう装甲内動力パイプ等を収めたコンパクトな設計となっています。こうした接近戦用の調整が活かせるよう、武装は一つに適した高出力のビームサーベルの他に、シールドには牽制用のニードルミサイルやハイドボンブが搭載されました。作中ではその高い近接戦闘力でニュータイプとして覚醒しつつあったアムロのカルガンダムを翻弄する活躍を見せています。ただ牽制用途以外の重火器類が装備されていない点や、対モビルスーツ戦闘に特化しすぎた汎用性の低さから、次期主力機の座はゲルググに渡すことになりました。そのため一年戦争ではマクベ専用に改修された1機のみが投入されています。しかし中世騎士のような独特なデザインとフェンシングのようにしなやかな一つ攻撃から、ファンの間で根強い人気を誇る機体となっています。9. イフリート海。イフリート海はゲーム機動戦士ガンダムガイデンザ・ブルーデスティニーなどに登場した機体です。本機は格闘戦に優れていたイフリートをベースにニュータイプ殲滅用システムであるエムザムが搭載されたことで、通常のジオン製モビルスーツとは一線を画す機動力と運動性を獲得しました。エムザムシステムは人間の殺気を判別し、敵パイロットの位置や攻撃の瞬間を察知できるため、近接戦闘においては無類の強さを誇ります。ただゲームザ・ブルーデスティニーでは近接戦闘ではなく、距離を取ってミサイルとグレネードを撃ってくることが多いので、世代によっては近接特化というイメージが薄い方もいるのではないでしょうか。そんなイフリート海は2本のヒートサーベルを持ちます。ブレード部を遠熱化させて高い切断力を発揮することが可能で、機動力と運動性能を生かして敵機を切り倒していきます。このヒートサーベルを2本構えた立ち姿や
エグザム発動時の本能むき出しの戦い方から、エグザム搭載機の中でも一番印象に残っている方が多く見られました。このように本機は一年戦争時の格闘機として破格の性能を誇っていましたが、連邦軍のエグザム搭載機であるブルーデスティニーに比べシステムの稼働時間が短いなどの欠点もありました。またエグザム発動時の負荷に機体が耐えられず、特に脚部にダメージが蓄積していたようです。もともとイフリートは少数生産された機体であるため、パーツの数も限られており、キャリフォルニアベースでブルーデスティニー1号機と戦った際には限界を迎えていたとされています。10. クロスボーンガンダム X1。クロスボーンガンダム X1 は機動戦士クロスボーンガンダムなどに登場する機体で、クロスボーンヴァンガードの主力モビルスーツです。本機はクロスボーンヴァンガードの長であるベラロナの敵パイロットをなるべく殺傷しないというポリシーから、敵機の撃破ではなく無力化ができるよう接近戦を意識した調整がされています。またこの時代にはビームシールドの普及によって遠距離攻撃の有効性が低くなっていたことも、本機が接近戦重視に設計された要因とされています。携行武装としてはビームサーベルやビームシールドごと両弾できるビームザンバーやビームガンを兼ねたビームサーベル、 X 上にビーム刃を展開できるブランドマーカー、脚部内部に装備されたヒートダガーなど、あらゆる箇所に接近専用の武装が搭載されました。また腰部のフロントアーマーに設置されたシザーアンカーを利用することでサーベルのリーチを伸ばすといった戦い方も可能です。このように豊富な近接武装が搭載されていますが、試作品ゆえの特殊性から扱いが難しいものも多く、パイロットの操縦技術とセンスが試される機体となっています。また接近戦を重視した結果、弱点となるダクト類などの設置は最小限に抑えられていますが、機体温度が上がりやすくなるデメリットも発生しました。その問題を解決するため、頭部マスクにはエアダクトを露出させ、強制排熱が行えるように展開機構が設けられています。このフェイスオープンこそクロスボーンの代名詞でもあり、強制排熱を行いながら敵機に接近戦を挑む姿が好きという人も多く見られました。ということで以上、みんなが好きな格闘特化機体10選でした。その他に名前が挙がった機体としては、ナルス J から既存の装甲を排除し 50% の軽量化で機動性向上を図ったシュツルムナルス、ツインビームスピアが印象的なジムストライカー、モビルスーツほどの大きさを誇るスラスター付きのヒートサーベルとヒートナイフのみを装備したドムグロウスがいる。通常のザクに比べてスリムなタイプから繰り出される聖剣好きや岩投げが人気なドアンザク、武士道を貫かんとするグラハムのスサノオなどが挙げられています。また格闘特化機ではないものの覚醒状態で繰り出した俗称ビスト神剣が印象的なユニコーンガンダム、アムロが格闘でザクをボコボコにしたガンキャノン、極限まで装甲と武装を削って機動力に全振りし WX の左腕を切り落とす活躍を見せたコルデル、近接戦闘に特化した獅子を取り付けたエイジ1タイタスなどがありました。こうして見てみると、格闘機といっても実際は格闘重視の機体だけではなく、作中での戦い方次第で印象が変わるということがわかります。皆様が好きな格闘機、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。